皆さんこんにちは。本動画ではギリシア神話におけるキュクロープス族とヘカトンケイル族についてまとめていきます。なお、本編中に誤解を招きかねない内容が含まれますが、本チャンネルでは特定の人種、及び身体的特徴についての差別を助長する意図はございませんので、ご留意の上最後までお付き合いいただけると幸いです。それではよろしくお願いいたします。キュクロープス族。ウーラノスとガイアから生まれたブロンテース、ステロペース、アルゲースを代表とする巨人の一族。巨大な体と顔の中心にある一つ目が特徴的で、世界の初元神話から人間の英雄たちの冒険譚に至るまで、様々な伝承に登場する。卓越した家事技術を有して、ゼウスを中心とするオリンポスの神々の力になった。ブロンテースが雷鳴、ステロベースが電光や雷光、アルゲースが落雷や稲妻を司ると言われているように、嵐や雷の精霊であるとされる。後世の人々による創作などには、英語読みのサイクロプスという語がしばしば使用される。無形内文明は巨石によって城壁などを築き上げたが、後に定住した人々がそういった建造物を見て、キュクロープスの石造物、と呼んだ。また先天性奇形の一つ、単眼章は英語でサイクロピア、と命名されている。実際にモデルであったかどうかは別の話として、いかなる時代にも存在した単眼章の人々と、伝説上の赤眼の巨人は、全く関係がないと言い切ることはできないだろう。キュクロープスの由来は象の頭蓋骨の化石である、という地質学的主張がある。象の頭蓋骨の正面には巨大な鼻腔が開いており、古代の人々がこの穴を眼下と勘違いしたという推測が、この説の根拠となっている。また、レイムのストーではキュクロープスの代わりに、カベイロスたちが彼らの役割を担っていた。初元神話。キュクロープス族が登場するいくつかの伝承を見ていく。彼らはヘカトンケイル族、ヒーターン族と同様、ウーラノスとガイアの間から誕生した。ウーラノスによってヘカトンケイル族と共にタルタロスヘと幽閉された。クロノスがウーラノスから政権を奪う際に一度解放されたが、クロノスによって再度拘禁されてしまった。最終的に彼らが自由を獲得したのは、ヒーターのマキアーの際にゼウスらによって解放されてからとなる。ガイアの勧めによって彼らとヘカトンケイル族を解放したゼウスらに感謝し、ゼウスには雷帝、ポセイドーンに三つ股の矛、ハーデースに姿を隠す帽子を作って渡した。ヒーターのマキアーでオリュンポス陣営が勝利してからは、3体の巨人はヘーファイストスの下で家事業に勤しんだ。アスクレイピオス伝説。アポロオンの子アスクレイピオスは、ケンタウロスのケイローンに世話をされて育ち、彼から狩りと医術を伝授された。彼はアテーナーに与えられたゴルゴーの地下、もしくは蛇によって教えられた植物の特効のために、奇跡のように病を治し、死者を蘇らせたため、評判になった、英雄カバネウス、ユクルーゴス、グラウコス、ヒッポユトスらを蘇生させた。冥界を司るハーデースは、自分が馬鹿にされているとしてゼウスに苦情を述べた。ゼウスは、人間は死の運命に従わなければならないにもかかわらず、この摂理を覆しかねないと考え、恐れた。そのためアスクレイピオスは自然の秩序を乱した罪により、ゼウスによって雷帝で撃ち殺された。殺されたアスクレイピオスは蛇使い座になった。息子を失ったアポロオン。彼はゼウスに反抗することができなかったため、代わりに雷帝を渡したキュクロープスたちを虐殺した。その結果、アポロオンはこの後オリュンポスから長期間追放されることとなった。アスクレイピオス伝説として有名な物語ではあるものの、この結末は、本来不死であるはずのキュクロープス族という存在に矛盾する伝承であると言える。ポリュペイモス。ホメイロスのオデュッセイアにおけるキュクロープス族は少々異なる描かれ方がされる。ここでは一眼の巨人族であることは変わりないものの、彼らは牧畜を行っており、通りがかった旅人を食らう、野蛮で乱暴な種族とされた。その代表的なキュクロープスがポリュペイモスである。オデュッセウスが彼らの住み替えとやってきた時、部下と共にポリュペイモスの洞穴に捕らえられた。オデュッセウスはポリュペイモスを酒で酔わせ、燃えさしの木の枝で巨人を盲目にした後、オスヤギの腹の下に体を縛り付けて逃げ出した。またポリュペイモスはネイレウスの娘、ガラテイアに恋をして、彼女に毎日熊や象を送って言い寄った。ガラテイアはニムフ、シュマイティスの息子で羊飼いのアーキスのことを愛していた。これに嫉妬したポリュペイモスは彼を岩で押しつぶして殺した。また、ポリュペイモスの愛の歌を隠れて聞いていた二人を発見したために殺したとも言われる。神々はこれを憐れみアーキスを川へと変えた。ヘカトンケイル族。ティータン族、キュクロープス族と同様にウーラノスとガイアから生まれた、三体の怪物種族。ヘカトンケイルとは100の手を意味し、彼らは50の頭と100の手を有する巨人の姿をしているとされる。
3体の怪物の名前はコットス、ブリアレオース、デューゲースで、それぞれ怒り、活力、大きな手を持つ者を意味している。彼らはその姿の醜さのため、キュクロープス族と同様ウーラノスによってタルタロスに閉じ込められ、ティーターノマキアーの際にゼウスによって解放された。ティーターン族とオリュンポス神族の戦いの際には、オリュンポス側に味方し、一度に300の大岩をティーターンたちに投げつけて、ゼウスたちを支援した。戦争に勝利した後は、タルタロスに幽閉されたティーターンの監視につき、地上からその姿を消した。ブリアレオース伝説。度重なるゼウスの不実に対し、妻のヘイラーは復讐を思い立ったことがあった。ポセイドーン、アポローン、アテーナーの助力で彼を紐で縛ることに成功したものの、テティスがゼウスを助けるため、ブリアレオースを呼びに行った。この怪物の力がなければ、ゼウスの権力は策謀を企てた神々の手に渡っていたとも言われる。本動画ではギリシア神話におけるキュクロープス族と、ヘカトンケイル族についてまとめました。次回はギガースとギガントマキアーについて見ていきたいと思います。よろしければまたお付き合いください。それではさようなら。